皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢関連のニュースを取り上げていきます。主な話題としては2つ。まず第一に、ロシアの戦時経済を支えるガス収入。これにさらなるマイナス要因が加わろうとしています。これまであった売上、さらに9500億円が失われるかもしれないというニュースです。そして2つ目のニュースは、ウクライナ軍が自国製の滑空爆弾攻撃を開始しようとしています。戦争が長引くことによって、量産の効く航空用爆弾を改良することによる滑空爆弾、短期間の戦争ではなく長期間の戦争だからこその兵器開発は決して人事ではありません。今回はこの2つのニュースについて取り上げていきましょう。ガスプロム、ウクライナ経由の輸送供給停止で年間約9500億円を損失へ。ガスプロムのヨーロッパ輸出は戦前の2021年に比べてすでに 80% 以上減少しており、昨年同社は史上最大の赤字決算に陥った。ウクライナはガスプロムとの契約を更新するつもりがないため、来年の数字はさらに悪化するだろう。ウクライナのガスパイプラインを失うことで、ガスプロムは年間約9500億円を失うことになると、ブルームバーグは現在の価格に基づいて計算した。過去10年、ウクライナを経由してヨーロッパに供給されるロシアのガス供給量は最大で年間約900億立方メートルだった。2023年にウクライナを通過した量はわずか150億立方メートルだった。スロバキアとオーストリアの2カ国がパイプを通じてガスを受け取ります。ウクライナは今年、ガスプロムとの契約期限が切れます。そして契約を更新するつもりはありません。業界団体ガス・インフラストラクチャーヨーロッパによると、オーストリアのガス貯蔵施設の貯蔵量は現在 91.5%、スロバキアでは 92% となっている。全体としてヨーロッパの貯蔵施設は93% が埋まっています。ウクライナのパイプラインでは供給国を置き換える交渉が進行中です。先週、アゼルバイジャンのアリエフ大統領は、アゼルバイジャンがすでに輸出している8カ国に加え、さらに3カ国との輸出調整について協議していると述べた。こちらの地図はウクライナの国内においてどのようなガスパイプラインが通っているかの図です。2014年にロシアはクリミア半島に侵攻したわけですが、それ以後においてもロシアとウクライナとの間にはこのガスパイプラインを通じてのガス販売が行われていました。それはロシアが供給先の国に売るだけではなく、パイプラインを設置しているウクライナに対しても設置通行料としてのお金を払っていたからです。つまりウクライナにも利益があったわけです。しかし現在戦争が長引くことにより、この供給契約期間についても切れることとなりました。この記事にもあるように、ウクライナは通行料をロシアから受け取るよりも契約が切れることに伴ってこのガスパイプラインの使用を止めるという決断をしようとしています。資源を供給する側のロシアと資源を買うヨーロッパの間においては、どうしても買う方の立場が弱くなるという問題がありました。少なくともプーチン大統領としては、ウクライナに侵攻した以後において、ガスを止めるぞというこの一言をもって、ヨーロッパを牽制すれば、ロシアに対して強く反発することはないだろう、もしくは黙らざるを得ないだろうという考えがあった。そのような分析もちらほら見かけます。しかし、現実においては、ヨーロッパ各国はロシアからのガス購入を次々と打ち切っていき、他の国からの購入に切り替えていきました。ただしこれに伴って買う時の値段が上がったために、それぞれの国においてはガス価格の高騰を招き、それがまた国民の不満にもなりました。ただしそうであったとしても、現在でもなお、ロシア産ガスを再び買おうという国はありません。ウクライナはロシア産ガスの東ヨーロッパに対する供給をストップさせようとしています。これはヨーロッパ各国に対するエネルギー資源外交をやめさせるという意味もありますし、ロシアの収入を断つことにもつながっていきます。石油についてはタンカーに乗せて世界各国に運んで売りやすいわけですが、天然ガスの場合だとガスパイプラインを通じての販売が閉ざされてしまうと、なかなかそう簡単に売り先を変えることができません。パイプラインがないんだったら液化天然ガスにして船に乗せればいいわけですが、ところがこの液化天然ガス用の船というのは特注が必要で、今すぐ欲しいと言ってもそう簡単にすぐにでも手に入るようなものではありません。発注から手に入れるまでには時間がかかります。また
そのための港の施設も必要です。そのため、ガスプロムはまだまだ赤字がこれからも続くだろうと言われています。ガスプロムの経営状態は、戦争が始まる前の段階においてはずっと黒字が続いていましたから、その貯蓄はあります。しかし、現在はその貯蓄を切り崩さざるを得ない状態になっています。そのため、新規の開発についても計画凍結といった問題を発生させています。そもそも現在の販売先をどんどんと失っている状況なので、新たな供給源を開発する意味などないからです。しかも、プーチン大統領はこうした問題に対応するため、中国の習近平国家主席を頼りました。ロシア産ガスを中国に買ってほしいと何度となく交渉を行っているのです。しかし、この件についても圧倒的に中国の方の立場が強くなったことにより、完全に交渉は失敗に終わりました。中国側からは、従来価格の半分以下の価格にしなければ中国は買う気はないとして断られました。現在中国は経済的な問題を抱えており、ガスの使用量が一気に上がるような状態ではないため、高い価格で買う理由というのは中国側にはないのです。ガスについてはこの先もかなり長期間にわたって絶望的な状況が続くでしょう。ただし、先ほども述べたように、ロシアには他のエネルギー資源、石油があり、石油の場合だと世界中に運べるタンカーはちょっと余っているぐらいにたくさんあります。ロシアの戦時経済を支える大黒柱となった石油、これをいかにして止めるかが今後の課題です。続いては、ウクライナ軍の兵器開発について記事が出ていたのでご紹介します。ウクライナが国産の滑空爆弾を開発。ロシア領内への攻撃で重要な兵器になる可能性。ロシア軍機は衛星誘導の滑空爆弾をウクライナ軍の陣地やウクライナの都市に向けて1日に100発のペースで発射している。射程40キロ、重量最大3トンの航空用爆弾。ウクライナでの通称 KAB は2年半余り経つ戦争で最も破壊的な兵器の一つに数えられ、ロシア軍が今年ウクライナ東部で遂げてきた前進でも決定的な役割を果たしてきた。ウクライナ側は自国製の滑空爆弾で応酬しようとしている。ウクライナ空軍が最近撮影した動画には、スホイ24戦闘爆撃機が主翼下に滑空爆弾の試作品を吊り下げて飛んでいる様子が映っている。ウクライナがアメリカ製の JWR 滑空爆弾とフランス製の ASM ハマー滑空爆弾だけに満足せず、自国製の滑空爆弾も空軍機に搭載させる考えなどは明らかだ。ウクライナ空軍司令部の准将は、旧ソ連製の無誘導爆弾を精密爆弾に変える新たな滑空誘導キットを開発していると明らかにしていた。テスト飛行は新兵器開発で重要なステップになったとみられる。展開式の翼を取り付け、ロケットブースターを搭載しているように見え、おそらく GPS で誘導されるこの滑空爆弾は ASM に大変よく似ている。ウクライナ側は実際に ASM を模倣した可能性もある。弾頭重量250キロ、固体燃料ロケットで素早く推力を補助されることで最長65キロ先まで飛んでいくことができる。ウクライナ空軍が ASM の射程と命中精度に満足している反面、フランスからの供与数に満足していないのは明白だ。フランスが確約している供与数は月に50発に過ぎない。アメリカから供与を受けている JWR と足し合わせても、ロシアがウクライナの1000キロにも及ぶ前線で毎月発射している KAB の数、およそ3000発には全く届かない。ウクライナは自国で滑空爆弾を製造できるようになれば、ロシア軍による滑空爆弾を用いた爆撃のペースに追いつき始めるかもしれない。ウクライナはネプチューン巡航ミサイル、弾頭を積んで1600キロ以上飛行可能な攻撃ドローン、そして最近発表されミサイルロケットドローンと説明されているパレアニーツァなど自国製の弾薬の種類を増やしている。これに新たな滑空爆弾が加わることになりそうだ。第二次世界大戦以降様々な兵器が発展してきました。その中でも航空機の発達、そしてそれに伴う搭載している武器そのものの発達も進んでいきました。第二次世界大戦であれば目標物の上空に来て爆弾を落とすといった形をとっていたわけですが、それがどんどんとミサイルの進化に伴ってより遠い場所からの攻撃を可能にしました。ところがここで問題が発生します。高性能であればあるほど一発あたりの値段がどんどんと高くなっていきました。性能が高い兵器というのはなかなか量産することができない。それは部品そのものについても量産が効かなかったり、値段そのものも高かったりして、とてもではないけれども毎日のように何千発何万発と
作って、そしてそれを消費するようなことができない代物になったわけです。一方で航空用爆弾というのは、無誘導の場合であれば、単純に火薬を大量に詰め込んだ塊のようなものですから、ミサイルほどの高価格になることもなければ、作るのに技術もそれほど高いものが要求されるわけではありません。製造設備を一度作ることができれば、ある程度の量産化を果たすことができます。そして、ウクライナの戦場においても、戦争そのものが長引くことによって、ロシアはミサイルのような高性能な兵器については量産できないと、そこの点についてはさっさと諦めて、航空用爆弾の射程距離を伸ばす滑空兵器化といったものを行ったわけです。記事の中にもありましたが、ロシア軍の滑空爆弾は射程40キロ、決して数百キロも飛ぶようなものではありません。しかし、前線地域においては対空兵器がたくさんあるわけではありませんから、その穴をつけば、射程40キロもあれば十分にウクライナ軍の陣地に向けてこの爆弾攻撃を行うことができているわけです。時々アメリカから供与されたパトリオットミサイルが前線に行くと、ロシア軍戦闘機を撃ち落とせるのはそういった理由です。残念ながらウクライナ軍の地対空ミサイルは射程距離が十分ではなく、安全なところからロシア軍戦闘機を撃墜するというのがなかなかできてはいません。そして記事の中にもあったように、高性能な兵器についてアメリカやフランスから物が渡ってきたとしても、その一つ一つの性能は高かったとしても数が足りなすぎるといったところから、ウクライナ軍も国産の滑空爆弾攻撃を行おうとしているわけです。フランス製の滑空爆弾であれば射程60キロ。これを模倣して作ったとして、性能が少し劣るものだったとしても、ロシア軍の滑空爆弾の射程距離40キロ以上のものを作ることができれば、ウクライナとしては十分開発成功したと言えるでしょう。そして、このような開発競争を見た場合において、日本は当然のように学ばなければならないことがあります。日本においても、やはり短期決戦で終わるということを想定せず、長期間にわたって戦争が続くということは当然のように考えなければなりません。いわゆる継戦能力の獲得です。そして同時に必要なものを必要になった段階から開発したのでは大変に時間がかかります。例えばウクライナの場合であれば、戦争をしている中においてこれが必要だなというのが明らかになって開発に力を入れるといったことがこれまで続いてきました。しかしそれはどうしても仕方のない面がありました。全面的な国家間戦争へと発展するということをなかなか想定はしづらかったという面があります。しかし逆に言えば私たちはこのような戦争を目の当たりにしているわけなので、日本は今どこの国からも攻撃されていないわけなので、この段階において必要なものを自国で生産するというその体制づくりをしておくことが必要でしょう。また同時に忘れてはいけないことがあります。開発ができて1個ものが作れますよというだけでは戦争は戦えません。ロシアにおける滑空爆弾攻撃が日常的に繰り返されている理由というのは、ロシアがもともと兵器輸出国であり、ロシア国内において兵器製造メーカーがたくさんあったことが今の戦争を支えています。戦争が本格化し長期化することに伴って、今のロシアは他の国に売ることはできてはいません。しかし他の国に売っていた分を自国で使ってウクライナの戦場に投入しているわけですから、元々の生産能力が高かったというのが今のロシア軍を支えているわけです。そして他の国に売っているような状態を作ることが結局のところ自分の国が戦うことになった時の備えにもつながっているわけです。日本国内においてはどうしても防衛産業に対する風当たりは強いわけですが、他の国に売るような状態を作ることができれば、その生産設備やそれに関わっている人たちというのがいざとなれば他の国に売るのではなく自分の国、自衛隊の装備品にすることができるということをポイントとして覚えておく必要があるでしょう。だからこそ自分の国で使うだけの作るのではなく、同盟国や友好国に対しても自国の開発したものを使ってもらう体制を作っていくというのも長期的な視点として持つ必要があるでしょう。兵器産業はなかなか難しい産業なので、そう簡単にやすやすと他の国が買ってくれるというわけではありませんが、そのような取り組みを時間をかけてでも行っておくべきでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。